ローウォーズファンの皆様、おはようございます。普段から、カークチームだけで戦っているカーク信者ですが、ギルド戦においては、敵チームにアンドバリがいると、絶対に対戦しないようにしています。アリーナでは、こちら側よりも総合パワーで、10万程度格下のアンドバリチームに勝負を挑むケースもありますが、勝率は 30% 程度しかありません。タンクのアスタロスをオーロラに変更して、アンドバリと対峙すれば勝てると分かっていても、育成中のオーロラがこの状態では、そういった戦術を採用できる日が来るのは、かなり先の話になりそうです、とほほ。ちなみに、アンドバリは魔法防御がないに等しいので、オーロラの魔法攻撃だけで、アンドバリを倒すことが可能です。オーロラの魔法攻撃は、単純明快に、敵チームの最前線のヒーローを攻撃するので、アンドバリがタンクとして一番先頭に位置しているチーム編成に対しては、アスタロスを起用する代わりに、オーロラを採用するのが、ベストチョイスになります。いやいや、そもそも、アンドバリチームに対して、DPS がカークのままで対戦する方が問題じゃね？それはカーク信者も承知していますが、信者を名乗っている以上、おいそれと、DPS を他のヒーローに変更するわけにはいかないのです。カーク縛りというか、どのようなチームと戦う場合でも、カークで勝利する方法を模索するというのが、男のロマン、なのです。男のロマン。男のロマン。こういった、大人の事情が存在する事実を視聴者様にバレないようにしないと、教祖としてのカリスマ性に傷がつくことになるので、カーク信者も、表現には気を使っています。ヒーローウォーズの遊戯履歴が数ヶ月の視聴者は騙せても、ゴールドリーグで活躍しているようなガチ勢を騙し通すのは、難しいのです。しかしながら、それを視聴者様に見抜かれないようにするのが、動画チャンネル運営者の腕の見せ所です。情報操作というか、風説のルフとも言えますね。明白な虚偽とは言えなくても、合理的な根拠がない情報を流した場合には、風説のルフに該当する恐れがあり、証券取引法では逮捕されますが、ヒーローウォーズはゲームなので、そういった心配は無用です。さてさて、話は先ほどの、オーロラの件に戻りたいと思います。オーロラが、戦闘シーンで活躍できるレベルに到達するには、ペットのカインの力も必要になります。オーロラが敵の攻撃をサクサク回避する状態になるには、オーロラが、ペットのカインのマスターになる必要があり、これが、オーロラの育成に、二の足を踏む理由になっているのです。オーロラを、使い物になるレベルにするためには、4つあるスキンのすべてを限りなくマックスまで育成する必要があり、これも、低予算のプレイヤーにとっては、オーロラ育成の敷居が高い理由の一つです。ほとんどのプレイヤーは、一番最初に育成するタンクとして、アスタロスを選択していると思います。そのアスタロスの育成を途中で放棄してまで、タンクをオーロラに乗り換えられるほど、資源的にゆとりのあるプレイヤーは少ないはずです。そうかといって、アスタロスが完全マックスになるのを待っていては、オーロラの育成がスタートする時期は、早くても、ゲーム開始から18ヶ月後になります。なぜ、18ヶ月後と言い切れるかというと、低予算で遊戯しているカーク信者の、アスタロスが完全マックスになる見込みが、早くても、その頃になりそうだからです。このゲームは低予算でも遊べるけど、ちょっとでも他のヒーローの育成に興味を持ってしまうと、お財布の中の福沢諭吉さんが、あっという間に蒸発してしまうんだよね。そういったこともあり、低予算プレイヤーの場合は、一度決めたメインチームの育成は、何が何でも妥協してはダメなのです。そして、少ない資源で、最大限の戦績を残そうと考えると、やっぱりカークがベストの選択になるのです。ちなみに、カークの育成とオーロラの育成では、話の次元が全く違いますので、注意が必要です。カークは、攻撃の要となる、DPS に分類されるヒーローで、オーロラは、
あくまでも、盾となるタンクに分類されます。試合で勝利することを最優先で考えるのなら、まず最初に、DPS の強化が最優先事項になります。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、オーロラを育成したいけど、カインとオーロラの育成コストを考慮すると、二の足を踏んでしまう人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。